申し訳ございません。私は養眼をなくし片腕をなくしたが、働こうとしても働く能力はなし。甘えの皆様の前にお願いを申し上げます。どうかご理解のご支援をお願いいたします。戦争が終わって18年、今もなおこうした姿を見なければならないのは私たちにとって愉快なことではない。あるいは私たちには何の関係もないことである。だから私たちはこの人について何も知らない。例えばこの人が韓国人であることさえも。そうなのだ。この人たちは戦争中日本人として日本のために戦い、戦後の変動の中で韓国籍に帰った韓国人なのだ。私たちが18度目の終戦記念日をもうあまり深い考えもなく迎えようとしていたある暑い日、この人たち元日本軍在日韓国人傷痍軍人会の人々は集まった。集まった者12人、病気居所不明などで集まれなかった者5人、全部で17人。この人もその一人。名はジョ・ラクネー。このように傷ついた体と心を抱えて過酷な戦後18年を生きながらえてきた元日本軍韓国人。忘れられた皇軍の行進、ここに始まる。戦後18年、この人たちは働くに職なく、外国人として日本の社会保障制度を十分に受けられず、街頭募金をほとんど唯一の生計として日本の片隅に生き延びてきた。軍人恩給の支給から韓国籍ゆえに除外された時、この人たちの怒りと悲しみは極点に達した。この人たちは幾度も日本政府に向かって失われた体の一部の保障を訴えた。最近でも昨年の6月には当時の内閣の全閣僚に陳情の手紙を出した。また今年5月31日には内閣総理大臣に正式の請願書を提出した。しかし何の効果もなかった。そこで今日この首相官邸を訪ねてきたのである。笑って死んだ戦友が天皇陛下万歳と残した声が忘らりょか。草すみはかねてから捨てる覚悟でいるものを泣いてくれるな草の虫。東洋平和のためならばなんで命が惜しかろう。もう2席ぐらいになっても全然返事がないんですよ。ということはこれは純粋なるこれは人道問題ですけどね。所以軍人には恩給法、軍属には援護法を適用すること。これは同じ身分で同じ条件下に戦争を受けましたから、同じその保障を受けられるのがこれは公平だと思いまして、これをこうしてあります。総理とは絶対に会えないんですか。いや、我々の立場をですね、総理が理解すればですね、会えないというのはおかしいんですよ。我々はですね、
勝って一億国民の兵士とですね、天皇陛下の席について大義の場合に我々は怪我をしました。大事なからなんです。ないもんだから自分たち不安でどうしようもないですよ。外務省では代表者だけが中へ通された。徐楽元、昭和20年6月、トラック島にて軍属として基地労働に従事中、艦砲射撃により全身負傷、右腕切断、両眼失明。関東に特別志願兵制度発布せられてすでに6年。いよいよ明年からは関東2400万同胞に対し待望の徴兵令が敷かれます。この広大無辺の平穏に伝えてまつるべく、別々の決意を胸に決めた関東の和光では、今年も抗議ある志願兵制度最後の憲法審査を受けるため、徐楽元、大正10年環境南道生まれ、昭和18年海軍軍属として徴用され来日、トラック島へ。ちょうど大臣出かけておりまして、ここって言いますか、日韓関係が正常化っていうか、ちゃんとしてからその問題を両政府で話し合って、それでということなんで、これはそれで、今の方針だとおそらくその国家間の関係が正常化されて、その後で、韓国政府の方からあれをするというような格好の話し合いが進んでるんじゃないでしょうか。日本政府は韓国人だから韓国政府に陳情せよと言った。韓国代表部でも待たされた。祖国はこの人たちの訴えを聞いてくれるだろうか。徐楽元、北朝鮮生まれだが昭和37年3月、日韓会談妥結による保障獲得を期待して韓国国籍に変えた。動乱の祖国、多くの福音軍人を生み、限りない難民を生んだ祖国、革命の祖国、革命に革命を重ねて
なお不幸を重ねている祖国。祖国の答えはこうだ。あなた方の傷は日本のために受けたものだ。韓国に責任はない。日本政府に要求すべきことだ。確かに韓国にとって韓国の少尉軍人とは同じ民族が南北に分かれて争った不幸な動乱の犠牲者のことを言うのであろう。この人たちはこの日本で生き続けなければならない。この人たちは政府ではなく日本人たちに直接訴える決心をついにしたのだ。会長関清輝。戦場で伺いました。その日本の国家の犠牲者である我々を日本政府が保障しようで世界中のどこの国民が我々を保障するでしょうか。皆様、我々は戦後18年間副会長文誠治。八王子、新宿、平塚、藤沢、横浜と職業安定所行きましても私どもは1万前後の給料、これであります。家族を持ってその責任が私にあります。それではやっていきません。私たちは至らない頭でありますが考えるのであります。もし皆様方の世論があればこの問題は政治的法律的というよりももう解決していたはずであります。皆様方の全員に私たちはお願いいたします。一枚のはがき、一通の手紙でもってこれを内閣にまたはマスコミの方に、それが金在所。皆さんご覧になっているこのような姿、これで良いものでしょうか。今や日本は平和な国になりました。先進国文明の国の仲間であります。
どうか皆さん、本命日本の名誉にかけて、私たちのこの姿、この惨めな立場をご理解なさって、どうか私たちに心を寄せてくださいませ。来年は大々的に大会が開かれ、来年から多くのお客様が来ることでありますが、私どもは英語の数々を持って外国のお客様に訴えは聞かれたろうか、あるいは聞かれなかったろうか、はっきりとは確かめえないままに今日の行動は終わった。疲れた仲間たちはなけなしの財布をはたいて円を張った。討論が始まる。心配していた通りだ。いつもこうなのだ。この悲しい争い、仲間にしかぶつけることのできないやり場のない怒り、これは醜いかおかしいか。俺の名前で来た手紙は一回作ったとかっていうのは開かないの。とかね、先輩をやらなければ絶対に開ける。あんまり極端に考えて言わない方がいいよ。お前嘘言うじゃんか。待ってよ。いいよ。ね。お前嘘言うじゃんか。ちょっと待ってよ。俺は歩いてる。同じがね。俺はもう何回も全然だよ。俺は何回も感情からね。こっち俺に見てくれるんだよ。だから俺はさっき言ったじゃないかよ。それなんだ俺はね。それ俺さっき約束したって言うたろ。よ。ということ聞かないんだったら俺もなんだ聞くだろ。それでなんだよせよ。だからまあよせよ。だからいいの俺は話をしてるから。それ広もダメだよ。ちゃんと出ない。これは帰るのと。出ちゃ僕はね、これが最後のしたんですよ。最後してくれ。なんで僕はそうするのか。来世に来たで、なんで来て、なんでこうやって気がして、日本中で、ね、来た、あとは帰ると、あとは、みんなで上品だ。サンフランス中学で、ね、上品と大学に行ったカードは人が、3号人が音楽来ようと、小学で来ようと。ね、だから俺はどうしたの俺は。僕はね、死に気がしてんだ。僕は死にがね、おふたり食べるでしょ。みんなでご飯食べるでしょ。ご飯食べるでしょ。序楽年。目のない目からも涙がこぼれる。
Bukan begitu dah, sudah. Bukan tak sih. Ne? 仲間はかつて19人だった。1人は事故で死に、1人は自殺した。楽園には今きっと生きている人間より死んでしまった人間の方に自分は近いと思えるのではないだろう。しかし生きねばならぬ。生きていく。序楽源の妻半田光代、その妹義江、その青春は2人の失明者の世話に捧げられている。この人たちの喜びとは一体何か、希望とは何か。この人たちは軍人恩給を求め保証を待ち望んでいる。しかしこの体が、この心が、この18年のすべてがそうした物質的なことだけで償えるのか。序楽源。昭和21年2月引き上げ。昭和24年目黒の元海軍病院にて半田光代と知り合い結婚。半田光代は昭和20年5月東京大空襲で両眼失明。昭和27年2人の間に長女出生。昭和29年長男出生。序楽源。今唯一の楽しみは野球放送。国鉄の不安。金田の勝利がその喜び。もっと大きな喜びが与えられるべきではないのか。しかし今この人たちは何も与えられていない。私たちは何も与えていない。日本人たちよ、私たちよ、これでいいのだろうか。これでいいのだろうか。